皆さんこんにちは、あここです。今回は私の刺繍作品幸せの再来の作り方をご紹介します。特に刺繍でのグラデーション練習したいという方におすすめな図案です。他にも粒の表現や細かい図案の練習をしたいという方もぜひ最後までお楽しみください。図案は概要欄のリンクから無料でダウンロードできます。この動画は3つのステップでできています。ステップ1、今回の作品で使用する道具や材料について。ステップ2、今回の作品で使用する刺繍の基本的なステッチになります。ステップ3、実際に刺繍をしていく手順をご紹介します。概要欄に目次がありますので、後から見返したり途中からご覧いただくことも可能です。今回の作品で使用する道具や材料をご紹介します。今回はシーチング生地という刺繍の初心者さんにもおすすめの生地を使用しています。厚みや張り具合がちょうど良くて扱いやすい生地で、手芸屋さんやネットでも購入することができます。刺繍枠は DMC さんの10センチの刺繍枠を使っています。図案を A4 用紙に印刷していただくとちょうどいい大きさになります。あとは10センチの枠は初心者さんにも持ちやすくておすすめのサイズです。図案を写すときに使うチャコパーです。細かい線や点を描きやすいチャコパーアーティストがおすすめです。これも手芸屋さんやネットで購入することができます。最後に水で濡らして消せるのでとても使い勝手がいいです。続いてビーズを縫い付けるときにおすすめの糸です。みゆきというメーカーのビーディングスレッドというナイロン 100% の丈夫な糸です。普通の手縫い糸でも大丈夫なんですが、毛羽立ちしにくいのでビーズを縫い付けるときにとっても使いやすいので私も愛用しています。刺繍糸については概要欄のリンクをご覧ください。私は DMC さんの25番糸というシリーズをよく愛用しています。ビーズなんですけれども、今回はお花の部分に使用しました。サイズは丸小サイズで探していただくと同じサイズのビーズが見つかるかと思いますので、お好きな色のビーズを探してみてください。針は2種類使っています。向かって右側にあるのがビーズ針です。ビーズの穴がちっちゃいので、普通の縫い針とか刺繍針が穴が通せないことがありますので、そんな時に便利なとっても細い針になっています。で、左側の針が刺繍針です。通常の縫い針より穴が縦に長くなっているのが特徴で、数本の糸を同時に通す刺繍に向いている作りになっています。で、刺繍をするにあたってどちらもあると便利なものなので、ぜひ2種類とも揃えてください。最後にハサミですが、刺繍の時におすすめなのは小柄で先が尖っているものが作業しやすいかなと思います。どうぞお手元に気をつけてお使いください。以上が今回使用する道具と材料になります。続いて基本ステッチのご紹介です。今回はサテンステッチ、ロング&ショートステッチ、フレンチノットステッチ、アウトラインステッチ、バックステッチの5つのステッチを使います。特にロング&ショートステッチとフレンチノットステッチは初めての方はぜひ一度目を通してみてください。まずロング&ショートステッチですが、こちらは広い範囲の面を埋めるときやグラデーションを表現するときに使えるステッチです。まず1列目はその名の通り短いと長いを交互に長さを変えて糸を刺していただきます。
で、2列目以降なんですが、よく混乱するのが、2列目以降も長い短いを交互に繰り返さないといけないのかなとか思われるんですけれども、実際は2列目以降はとにかく隙間を埋めるというイメージが、近いかなと思います。針を刺した時にですね、この刺した部分にちっちゃな穴の影みたいなのができるので、その穴が隣の糸同士同じ位置に穴が開かないようにとか、穴が横並びにならないようにとか、そしてそもそもその穴が見えなくなるぐらいしっかり埋めていくのが一番綺麗に仕上がりますし、そうすると必然的にジグザグとした刺繍になっていくと思うので、おすすめですね。グラデーションの時もこのステッチを使うと色がね、このジグザグの部分を境目にして混ざっていく表現ができるので、ぜひコツをつかんでいただけたらなと思います。次はフレンチノットステッチです。これは粒の表現で使うことができます。動物の目にも使えるので意外と出番が多いステッチです。あとは糸の本数とか巻く回数で粒の大きさを変えることもできるのも面白いところです。まずは粒を作りたい点の端から、針を出します。この時裏側は玉留めしておくとやりやすいです。針を出したら糸をつまんで糸に巻きつけます。巻く回数が多いほど粒は大きくなります。巻きつけたらそれが緩まないように軽く糸を引っ張りつつ、針を図案の点の中央あたりに刺します。針を抜いていく間もしばらくは糸を軽く引っ張りながら、粒になる部分を指で軽く押さえながらゆっくりと引いてみてください。粒ができたら引っ張りすぎると布の裏に抜けてしまうので、力加減には気をつけましょう。このお手本の動画では3本の糸と2本の糸で巻く回数を5種類ぐらい変えて粒を作ってみたので、大きさの比較の参考にしてみてください。続いてサテンステッチです。これは狭い範囲の面を埋めるときに便利なステッチです。お手本ですが丸い円を埋めていきます。四角い図案の時は端っこからでいいんですけれども、丸い図案の時は中央を埋めていきます。始めるとそこから左右に広がってバランスよく刺すことができます。まず図案の線から針を出して埋めたい方向にまた針を刺します。ポイントは3つあります。図案の線をしっかりと針先で捉えること。2つ目が糸を引っ張りすぎて布を歪めないようにすること。3つ目が隣り合う糸同士に隙間ができないようにっていうことを3つ意識してみてください。刺繍をしていてちょっとずれたかなと思った時は、少しほどいてやり直すというのも綺麗に仕上げるコツです。続いてアウトラインステッチです。これは線を引くときに便利かつちょっといい感じの線が引けるので私もよく使うステッチです。お手本ではストレートの線とカーブの線で説明をしていきます。まず1つ目をまっすぐ刺してください。
そして2つ目を刺すとき、1つ目の目の長さの半分くらいの隙間を空けて針を出していきます。次に1個手前の目の中央あたり、その下に潜らせるように刺します。これを繰り返すとロープ状に線が引けるので、ただまっすぐな線を引くよりも少しアレンジが効いた仕上がりになります。カーブの線を作るときは手順は一緒ですが、2つ目以降で手前の目の中央に潜らせてカーブの外側から刺すというふうにすると、カーブのラインがきれいに表現できます。あとは一つ一つの目の長さを短めにすることで、より滑らかな曲線を作ることができます。バックステッチはシンプルな線を引きたいときに使えるステッチです。まずはまっすぐ1つ目を下に刺します。次に同じ長さ分隙間を空けて針を出して1個前の目の最後、この穴ですね、同じ穴に針を刺します。これを繰り返していきます。曲線でバックステッチをするときには一つ一つの目の大きさを短めにすると綺麗な曲線を描くことができます。それでは早速作品を作ってみましょう。まず図案を布に書き写します。今回は紙に印刷した図案を生地に写す方法でやっていきます。シーチング生地の薄い色を選ぶと、こうやって図案の上に乗せるだけで透けて見えるので書き写しやすくなります。そういった意味でもシーチング生地は刺繍の初心者さんにとってハードルを下げてくれる生地だと思います。チャコパーを使って図案を書き写していきます。もし見えにくい部分があったらめくって確認しながら書き足していっても OK です。また今回の図案にはお花の粒は描いていません。図案についているカラーイラストを参考にしてもらって、あなたの好きなボリュームで刺してもらうためにそうしています。ただもし目印がないと不安だなと思ったら、このタイミングで自分である程度目安になる点とか小さい丸を書いてしまっても大丈夫です。図案を写したら生地を刺繍枠にはめます。今回 A4 用紙に印刷した図案であれば10センチの刺繍枠がぴったりです。布は縦糸と横糸の組み合わせでできているので、この縦糸と横糸が歪まないように刺繍枠を貼っていただくのがコツです。布を貼る強さですが、太鼓のように指で軽く弾いて弾力を感じるなと思う程度がベストです。では刺繍をしていきましょう。使う刺繍糸の色番号は画面にも映しますが、概要欄のリンク内でもまとめているので参考にしてください。少し立体感を出すため枝の中央に芯になるステッチを刺します。
3本取りでアウトラインステッチをします。刺し始めは裏で玉留めしても OK です。この芯になるアウトラインステッチですが、枝の端ギリギリまでやらずに、先の少し手前まで刺せば大丈夫です。枝分かれ部分を刺繍するときは、このように裏側でステッチの部分に蛇のように糸を針をくねくねジグザグと這わせながら枝分かれしている部分まで戻るという方法もありです。いちいち玉留めをして糸を切らなくてもいいので、私はよくこの方法を使っています。アウトラインステッチがすべてできたら、次は3本取りでサテンステッチをします。色は同じ色です。とても細かい部分なので、ゆっくりと進めてください。刺繍をした芯になる中央のアウトラインを潰さないように、糸を引くときに力を入れすぎないというのもコツです。慣れないうちはやり直しながらでも大丈夫です。ゆっくりやっていきましょう。枝が完成したら、今度は鳥のお腹から刺繍をしていきます。お腹の部分は白とペールオレンジの2色のグラデーションを使って、まず白い刺繍糸を2本取りにして、お腹の下の部分からロング&ショートステッチをしていきます。基本ステッチのところでもご紹介したんですけれども、1列目を長い、短いと交互に刺繍をしていきます。で、2列目、2段目以降は律儀に長い短いを繰り返さなくても大丈夫で、その隙間だったりとか針を刺したところにできた針の穴の影っていうのが見えなくなるようにジグザグと刺していきます。で、グラデーションの部分は図案ではジグザグの線で描いているあたりで色を変えるイメージです。ただ、あんまり図案の線にとらわれすぎずに、このあたりで色が変わるんだなというぐらいの目安と思ってください。ペールオレンジに切り替えた後も2本取りで白となじませるようにジグザグジグザグとどんどん埋めていきます。鳥さんの毛の流れとかをイメージして糸を刺してみましょう。お腹の部分ができたら皮
顔の薄いグレーも2本取りでロング&ショートステッチをします。ここもポイントは毛の流れです。くちばしの付け根から放射状に毛が流れていくイメージで刺していきましょう。針先で少しブラッシングしてあげると綺麗に仕上がるので、優しくやってみてください。続いて羽を刺繍していきます。3本のブルーのグラデーションになっていて、1本取りでロング&ショートステッチをしていきます。グラデーションが一番綺麗に出るのが1本取りでのロング&ショートステッチです。本数が減り根気がいるんですけれども、好きな音楽とかラジオを聴きながら黙々と没入してやってみましょう。刺す順番は動画を参考にしてみてください。まず尻尾の部分から完成させていきます。1色目、2色目、3色目と順番に完成させていくイメージです。グラデーションはお腹と同じく色が切り替わる部分は図案の線を目安にしてもらうんですけれども、だいたいこの辺りで色を変えるんだなというふうに思ってください。ランダムなジグザグで色を混ぜていくと綺麗にグラデーションを作ることができます。これが3色目の最後のブルーですね。鳥の姿が見えてきましたね。もうちょっとです。頑張りましょう。次は目とくちばしを作っていきます。目とくちばしは同色の黒を使っています。1本取りでサテンステッチをしていきます。今回は目の形を意識して目頭から放射状に埋めていますが、基本ステッチの時のように中央から始めて両サイドを埋めていくという方法でも大丈夫です。目の部分のサテンステッチができたら、そのままくちばしを作ります。サテンステッチをする前にバックステッチでくちばしの縁取りをしていきます。
ちっちゃいくちばしなので綺麗に見せるために縁取りをしました。バックステッチができたら、その縁取りの外側から針を抜き差ししてサテンステッチでくちばしを埋めていきます。くちばしができたら目の中に光を入れます。今回分かりやすいように真っ白な糸を使うんですけれども、薄いグレーとか黒に近い淡い色にするとより自然な光っぽくなります。フレンチノットステッチを2本取りにして糸を1回巻きにしました。目頭寄りに作ることと、引っ張りすぎて黒目の糸の中に埋もれてしまわないように気をつけましょう。最後は足の部分です。2本取りの黒い糸でアウトラインステッチで作ります。細かく刺すのがポイントです。さあ、いよいよ終盤です。お花を刺繍していきます。まずは白い糸を2本取りにしてフレンチノットステッチを2回巻きで作ります。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけれども、図案のカラーイラストを参考にしてバランスを整えていきます。最後にビーズをつけていきます。先ほど作ったフレンチノットステッチの隙間を埋めたり、ボリュームを出すようにビーズをつけていきます。コツはビーズの向きをランダムに変えてみると動きが出ます。完成したら水を含ませたティッシュでチャコパーの線を消します。水を張ったボウルとかに入れて溶かすのも OK です。お疲れ様でした。あなたの作品の完成です。刺繍枠のまま飾る方法も今後動画で紹介していきますね。自分の作品を飾ってぜひ楽しんでみてください。今回の材料と図案は概要欄のリンクの中からご確認できます。それではご視聴ありがとうございました。この動画を気に入った、またこういうの作ってほしいなどご感想がありましたら、チャンネル登録やいいねやコメントで教えていただけますととっても励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。あここでした。ではまた。